はいどうも、キスケです。今回は新バージョンで追加された新装備の解説をやっていきます。新バージョンでは合計23種類もの装備が追加されました。前回のバージョンは8種類だったんで、今後も新装備は控えめになっていくのかなと思ってたんですけど、ごっそり増えましたね。奥義の最適装備も中にはありますし、最適装備が変わったオペレーターもいますんでね。よければ最後まで見てってください。この装備はこのオペレーターと相性がいいですよ、みたいなのがあれば、コメント欄で教えてくださいね。それでは、行きましょう。それではまず、今回追加された新装備の集め方から紹介します。新装備は、新バージョンで追加されたメイン任務を進めることで解放される、新マップを探索することでレシピを解放できるもの、交換所で交換できるもの、最初から追加されているものがあります。まず最初から追加されている修正訓練セット。これは新バージョンにアップデートすれば解放される装備で、無料で作れる装備部品ならどれでも製造することができます。なお、奥義の作戦訓練をクリアすると、精密加工が完全に済んだものがいくつかもらえます。他の金装備と比べて性能が1段階落ちるんで、精密加工はしないようにしましょう。続いて火山用、生物補助、ルテン装備の集め方。これはメイン任務を進めることで解放される新マップを探索することで解放できます。レシピの場所は2箇所で、1箇所目はメイン任務開始から30分くらい、2箇所目は1時間くらいで解放できます。ストーリーをスキップすればもっと早いですが、どっちにしろ修正工業の関係でメイン任務を全てクリアしないと装備は製造できないんでね。スキップせずまったりと進めちゃいましょう。今回のストーリーめちゃめちゃ面白かったですよ。最後に単品装備の渡り淵セット。ちょっと読み方がわかんないですね。戸淵なのかな、渡り淵なのかな、ちょっとわからんけど、これは新しい収集アイテム、タロサイトを集めることで交換できます。こちらも新マップを探索する必要がありますから、なのでメイン任務を進めがたら集めていきましょう。それでは装備別に相性のいいオペレーターを見ていきましょう。まずは新セットである修正訓練セット。3セット効果が、装備中与える全種類のダメージプラス 20%、受ける全種類のダメージマイナス 10%、必殺チャージの回復効率プラス 10% という感じです。ただこの装備に関しては本当つなぎとして使うだけなんですよね。特に奥義、既存のオペレーターが今装備しているものを脱いでわざわざこれを装備する理由が特にない気がします。強いて言うなら財費とかサブ能力を上げることで必殺技で付与できる増幅効果が上がりますし、ついでに必殺チャージの回復効率も漏れますから、ワンチャン財費ですかね。続いて生物補助セット。追加されたのは胴体と腕ですね。胴体の生物補助ベスト1はメイン能力値が医師、サブ能力値は敏捷、さらに必殺チャージの回復効率アップ。腕の生物補助手袋1も胴体と各種能力が全く同じです。3セット効果は装備中回復効率プラス 20%、 自身が味方を治療すると10秒間その味方の受ける全種類のダメージマイナス 15%、 回復量がその味方の HP 上限を超えた場合、受ける全種類のダメージマイナス 30% をされます。耐久しながら必殺技を回したい場合の選択肢に上がりそうです。それを踏まえた上で相性のいいオペレーターを見ていくんですが、回復特化で使うならアルデリアですかね。現状医師と敏捷の能力値を持つオペレーターってポグラニチニクとアイビーエナなんですけど、どちらも3セット効果を発動できません。なので無理やり装備するならアルデリアかなと思います。アルデリアはサブ能力値の意志を上げることで回復力が上がりますし、3セット効果もドンピシャです。さらに必殺技の回転率も上がりますから、回復だけを目当てにアルデリアを使うなら有力候補です。
ただ、ドンピシャに能力値と性能が噛み合うオペレーターがいないことを見ると、回復特化の重装オペレーターなんかが今後実装されるかもしれないですね。続いて、火山用セット。追加されたのは腕とアクセサリーですね。腕の火山用プロテクターはメイン能力値が知性、サブ能力値は意志、さらに灼熱&自然ダメージアップ。アクセサリーの火山用遮熱板はメイン能力値が知性、サブ能力値は意志、さらに全スキルダメージアップです。3セット効果は装備中アーツ強度プラス30、自身が敵を燃焼状態にすると10秒間灼熱ダメージプラス 50%、自身が敵を腐食状態にすると10秒間自然ダメージプラス 50% をされます。ゴリゴリのアタッカー装備ですよね。それを踏まえた上で相性のいいオペレーターを見ていくんですが、地星形態の奥義です。地星形態の奥義はアタッカーモードなんで、がっつりと知性を盛りたいですし、必殺技で強制的に腐食状態にできます。さらに言うと、奥義をアタッカーで使う場合、他のオペレーターが付与したアーツ付着を戦技で腐食に変換するみたいな動きをするので、割と3セット効果の発動頻度は高めです。ただ、アクセサリーの全スキルダメージアップがちょっと微妙なんですよね。全スキルということは、通常攻撃にはバフが乗らないわけですから、奥義は必殺技から通常攻撃を2回発動して2段目の必殺技に変換するという立ち回りをするんで、ローテーションの中に必ず通常攻撃が入ってきます。欲を言えば、腕と同じく自然ダメージアップが良かったなという感想です。続いて、ルテンセット。追加されたのは胴体2つ、腕2つ、アクセサリー1つですね。胴体のルテン警防具はメイン能力値が意志、さらに必殺チャージの回復効率アップ。もう一つの胴体、ルテン警防具1はメイン能力値が知性、サブ能力値は意志、さらにサブ能力アップ。腕のルテンハンドガードはメイン能力値が意志、サブ能力値は知性、さらに必殺チャージの回復効率アップ。もう一つの腕、ルテングローブはメイン能力値が意志、サブ能力値は敏捷、さらに必殺チャージの回復効率アップ。アクセサリーのルテン補強板、メイン能力値が意志、さらにサブ能力アップです。3セット効果は装備中 HP プラス1000、自身が増幅、加護、脆弱、弱体化を付与すると15秒間編成中の他の味方の与えるダメージプラス 16% をされます。みんな大好きルテンセットですよね。それを踏まえた上で相性のいいオペレーターを見ていくんですが、意志形態の奥義、ギルベルタ、ザイヒ、アルデリアですかね。意志形態の奥義に関しては、意志をがっつり盛ることで連携技で付与する脆弱効果と必殺技で付与する脆弱効果が強化されます。そもそも意志より知性の方が高いと知性形態に切り替わっちゃうんで、サブ能力アップをいくつか装備する必要があります。当然脆弱効果を簡単に付与できるということは3セット効果を簡単に発動できますから、今のところは最適です。ギルベルタは今までルテン4セットもしくは胴体も必殺チャージの回復効率アップを装備するという形が王道だったと思うんですけど、メイン能力値を上げながら必殺チャージの回復効率を盛れる胴体はなかなか相性が良さそうですよね。腕に関しても今まで装備していたルテン装備とは違って意志と知性が逆になってるんで、よりギルベルタの能力値に合っていることになります。財費に関してはがっつりと強化されました。今まで財費の装備は必殺技の増幅効果が知性によって強化されるんで、サブ能力値の知性を上げるためにキメラ装備をするというのが順当に強かったんですけど、今回追加されたルテンは能力値も噛み合っててサブ能力アップもあって3セット効果も発動できるという、もうがっつり強化されましたね。さすがに最適だと思います。アルデリアに関してはサブ能力の意志を盛りながら
必殺チャージの回復効率も漏れるんで、回復特化で使いたいならありです。用途に合わせて使い分けていきましょう。最後は渡り淵セット。追加されたのは胴体2つ、腕2つ、アクセサリー1つです。胴体の重防具はメイン能力値が筋力、アーツ強度アップ。もう一つの胴体、軽防具はメイン能力値が意志、回復効率アップ。腕のプロテクターはメイン能力値が知性、必殺チャージの回復効率アップ。もう一つの腕、グローブはメイン能力値が意志、戦技ダメージアップ。アクセサリーの装甲板はメイン能力値が敏捷、サブ能力アップです。3セット効果はありません。旧国セットと同じで単品系の装備ですよね。それを踏まえた上で相性のいいオペレーターを見ていくんですが、ダパン、エンバー、IBN あたりでしょうか。ダパンはメインの筋力を上げつつアーツ強度を盛れるんでありですよね。エンバーも回復特化で使うなら生物補助と合わせてとんでもない回復力になります。IBN もメイン能力値と戦技ダメージを上げられるんで、他の部位に骨砕を装備してがっつりと火力を伸ばすことができます。検討してみましょう。で、腕のプロテクターですよね。メイン能力値が知性、必殺チャージの回復効率アップ。これもね、他のオペレーターに装備できるかなって考えてみたんですけど、装備したいオペレーターはいるんですよね、一応。例えばペリカとかアンタルとか。ただ、すでにね、胴体に旧国防具つけてるんですよね。知性と必殺チャージの回復効率アップ。だから3セット効果を捨ててまで、旧国とこの渡り淵セット、これを合わせて使うのが果たしてメリットになるのかって聞かれると、多分そんなことはないし、で胴体の旧国防具を外してこの腕を装備してあげるっていうのもちょっとね、数値的にはそこまで伸びしろはないかなっていう、そういう感じなので、今回はちょっと外させてもらいました。いかがだったでしょうか。今回は新しく追加された新装備の解説でした。今回追加された装備だと、奥義と財飛が一番影響を受けましたかね。奥義は新オペレーターなんで当たり前なんですが、財飛に関しては最適装備をようやく手に入れた感がありますよね。皆さんは今回追加された装備に関してどう思いましたか？今回紹介したオペレーター以外にも、こんなオペレーターと相性がいいよみたいなのがあればコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。